回はバビロン文明の負の遺産について調べていきましょう。バビロンとはバベルの塔のバベルです。バベルの塔を建てた人々の末裔が起こした文明がバビロン文明なのです。バベルの意味はバビロンの言語アッカド語では神の門を意味しますが、聖書の言語ヘブライ語では混乱を意味します。この文明は人には神への門のように見えますが、神には混乱にしか見えないのです。だから神は人の言葉を混乱させてバベルを防ぐシステムを作ったのです。つまりこの文明の根底にはバベルの塔の思想が土台にあるのです。それは神への反抗と人が神になれると信じる信仰です。バビロン文明は非常に高度な文明でした。科学、数学、天文学、都市国家、金銭、占い、魔術など、現代でもおなじみのこれらの発明は、まさしくバビロンが源流です。文明が発展すると、次第に人口は増し、生活は豊かになり、国は強くなりました。それは、この文明の非常に魅力的な一面です。しかし、この文明には麻薬のような副作用があったのです。古代バビロンは現在の中東、イラク周辺にありました。それはチグリス、ユーフラテス川に挟まれたメソポタミア地方にありました。約3000年前、メソポタミアは今とは違って非常に豊かな緑地を持っていました。その川のほとりにバビロン帝国の首都バビロンがあったのです。当時のバビロンは世界の征服者として君臨する大帝国の首都でした。しかし、そのバビロンの崩壊を予言した人物が現れたのです。それが預言者イザヤです。預言者とは神の言葉を預かった者のことです。ですから、それは人間の予想ではなく、神からのメッセージでした。イザヤはバビロンに対してこんな預言をしました。こうして王国の誉れ、カルデア人の誇らかな栄であるバビロンは、神がソドム、ゴモラを滅ぼした時のようになる。そこには永久に住む者もなく、世々にわたり住み着く者もなく、アラビア人もそこには天幕を張らず、牧者たちもそこには群れを伏させない。山犬はそこの砦で、ジャッカルは豪華な宮殿で吠え交わす。バビロンはその文明を誇り、他の国々を見下し、冷酷な支配をする恐ろしい国となっていました。預言者イザヤはバビロンの数々の罪を糾弾し、その末路が荒廃であると予言したのです。もともとメソポタミアは非常に豊かな土地でした。そこにバビロン文明が起こりました。人々は収穫を増やそうとある発明をしました。自炊灌漑農業です。すると収穫量が増え、国力が増し、大成功でした。しかし、次第にその栄華に陰りが出てきたのです。なぜか、穀物の収穫量が次第に減ってきたのです。原因は、灌漑による塩害でした。長年の灌漑により、土地に塩が蓄積していたのです。その結果、作物が育たなくなり、土地が砂漠化し、二度と回復しませんでした。人々は荒れたバビロンを離れ、新天地を求めて去っていきました。残された豪華な宮殿には、
獣しか住まなくなりました。まさしく、イザヤの予言通りになったのです。バビロン文明の流れを継いだ、後のギリシャ帝国、ローマ帝国でも、全く同じような症状が出ました。ヨーロッパは、もともと森林に覆われた、豊かな土地が広がっていました。ギリシャローマでは、巨大な建造物を建てるために、森林を次々に伐採して使用しました。帝国は、素晴らしい発展を遂げ、世界中がその栄華にひれ伏しました。森林資源があるうちは、問題ありませんでした。しかし、森林の回復には、時間がかかります。次第に、ヨーロッパの山はハゲ山となり、豊かな土壌が雨で流され、土地が荒れていきました。つまり、この文明は、必ず環境破壊を引き起こすのです。バビロン文明の復興であるルネッサンスは、素晴らしい成功を収め、輝かしい時代のあけぼののように思われました。産業革命が起こると、科学万能時代が到来し、魔法のように生活の質が向上しました。その成功を見て、世界中がひれ伏し、同じようになろうと飛びつきました。西洋では、次第に、人々は教会から離れ始め、神を退け、人間の理性と英知を誇り始めました。しかし、素晴らしいはずの発明は、次々と恐ろしい怪物を生み出していきました。それは、20世紀の戦争を振り返れば明らかです。有史以来、かつてないほどの破壊と犠牲者が生まれました。そして、戦後70年が過ぎ、気がつけば、地球の環境破壊は後戻りのできない状態にまでなっています。大気汚染、土壌汚染、海洋汚染、放射能汚染。この文明は、まるで全てを破壊し尽くす怪獣です。世界中どこを探しても、もう健康な土地はありません。地球全体が、バビロン文明病に侵されてしまったのです。そのほんの一例を挙げましょう。近年、急激に穏やかな気候が失われ、夏は熱波、冬は寒波がやってくるようになりました。世界中の都市は、コンクリートジャングルとなっていますが、コンクリートは、もともとローマの発明品で、ルネッサンスの申し子です。コンクリートは熱を逃がしにくいので、夏は夜でも暑くなります。熱波が来ると、どの家でもエアコンが必須となりました。さて、もし今、世界的なオイルショックが起こったら、どの先進国も存亡の危機となります。エアコンもエレベーターも動かず、食料輸送もできません。昔のように、すでに人が我慢できるような夏の気温ではなくなっています。都市は、まるで電気仕掛けの機械です。エネルギーがなくなれば、荒廃が待つのみです。この文明の魔法は、簡単に解けてしまうのです。ニュースは、毎日のように、未来の危機を伝えていますが、どこか他人事です。私たちはなぜか、その現実を知ってはいても、その問題の深さを感じなくなっています。実は、バビロン文明は、環境破壊を起こすだけでなく、もう一つ大切なものを破壊するのです。それは、人の心と体です。かつて、ローマ帝国は、武力で国々を征服して属州とし、資源や食料を取り立て、ローマに集めました。頂点のローマは、底辺の人々を奴隷にし、
特権階級だけの幸せの囲いを作ろうとしました。ローマ人は、皇帝を神として崇め、すべてを皇帝に任せました。皇帝は、それと引き換えに、彼らに特権を与えました。いわゆる、パンとサーカスの生活です。人々は、略奪してきた食料をただで貪り、朝から入浴し、美食と性的盗作に溺れ、暇な時間を娯楽に費やして日々を過ごしたのです。しかし、そのような物質的な快楽は、一時的な満足はあっても、すぐに飽きてしまいます。人々は、さらなる刺激を求め、ついには人間同士の殺し合いのショーを楽しむまでになりました。それは、物質主義と現実逃避の生活でした。ローマは、自分たちを支えていた底辺の人々のことを、全く気にかけませんでした。まさに、弱肉強食の論理で生きていたのです。次第に、人々の良心は麻痺し、モラルは低下し、ものを深く考える思考力は失われていきました。人は、美食、運動不足、環境汚染のせいで、不健康になっていったのです。彼らは、楽しい人生を過ごしていたはずでした。しかし、そのようなもので、心の虚しさを埋めることはできません。彼らがローマ皇帝に魂を売っていたものは、一時的な快楽と、心と体の疲弊でした。そんな時、このような生き方に真っ向から反対する者たちが出てきたのです。キリスト教徒たちです。彼らは、人は神の前に皆同じであると主張し、皇帝礼拝を拒否したのです。ローマ皇帝は、自分に従わないキリスト教徒たちを残酷に処刑し、それを見せ物にしました。しかし、迫害されても、キリスト教は衰退するどころか、爆発的に広まり続けました。ローマの残酷さはここに極まり、獣のような国となりました。そんな劣化したローマに、次世代を担う優秀な人材を輩出する力は、もはやありませんでした。いつしか、環境破壊と人材難のダブルパンチでローマ帝国が弱体化すると、異民族の侵入を防ぐことができなくなり、ついに国は崩壊しました。バビロンのローマは滅びましたが、キリスト教はヨーロッパ中に普及しました。ローマ文化は廃れ、殺人症はなくなり、残忍なローマ人は、紳士に変わりました。人権思想が生まれ、モラルは次第に回復していきました。ルネッサンスが起こるまでは、さて、現代世界を見回すと、それは、かつてのローマに近づいています。先進国は、金の力で、発展途上国を安く働かせています。富は、頂点の国々に集中し、底辺には降りてきません。頂点の人々のライフスタイルは物質主義です。人々はエンターテイメントに夢中です。無料のゲームやコンテンツを楽しんで時間を潰します。表現の過激さは年々エスカレートし、今や人はどんなことにも驚かなくなりました。ドラマやゲームなら、殺人もセクハラも娯楽です。現代人は、実際の犯罪行為は罪でも、想像や妄想ならば罪ではないと考えるからです。しかし、聖書は、心の中の罪も、実際の犯罪行為も、同じ罪だと語ります。だから、密かに罪を愛する人は、聖書を受け入れられません。
しかし、結局、罪の代価は支払わなければならなくなります。犯罪が増えるのは、何ら不思議なことではありません。刺激を求めて、疲弊していくのは、不思議なことではありません。人は、さらにエスカレートしていきますが、満足は得られません。この文明の提供する物質主義は、決して人を満足させません。かえって、人を快楽中毒にし、思考を停止させ、心と体を疲弊させ、虚しくさせるのです。それは自由のようで、実は放縦なのです。また、世界中の国々は、宇宙に目を向けます。宇宙の謎を解こうと競争し、火星移住を夢見ます。しかし、地球の環境も直せない人類が、火星をユートピアに変えられると、なぜ思うのでしょうか。恐ろしい現実問題が山積みなのに、なぜ人々は、このような話に希望を持つのでしょうか。なぜ人は天を目指すのでしょうか。これは理性的ではありません。実は人は理性で生きているのではなく、プライドで生きているのです。賢いはずの知識人たちが、そんな空想話に巨額資金をつぎ込んでも、誰も反対しないのは、彼らの成功が、人々のプライドも、どこか満足させるからです。つまり、人は、レンガのことよりも、天を目指して名を上げることの方が大切なのです。底辺の人たちを踏みつけてでも天を目指す、このバビロン文明は、プライドという罪が原動力です。苦しむ人々の声には耳を塞ぎ、人間を賛美する声を聞こうとする、その欲望には果てがありません。それは、神が、このバベルの塔を見て、彼らがしようと思うことで、とどめられることはない、と語った言葉の通りです。このバビロン文明の暴走は、終わりまでエスカレートしていきます。現代世界は混乱しています。しかし、その混乱の最終段階が、やってきます。それが、このバビロン文明の終焉である終末時代です。それは、バベルの塔の再来です。これがバビロン文明の病です。現代に、このバビロン文明病の症状が、はっきりと出てきたことは、終末の時の印です。聖書は、この文明怪獣が、最後の姿に変身する時が近づいていると、時の印を示して、警告しています。次回は、聖書が実際に、どのようにバビロン文明とその終焉を予言しているのかを調べましょう。